こんな夢を見た。私は6つになる自分の子を背負って夜道を歩いていた。確かに私の子だった。けれど不思議なことにいつの間にか目が見えなくなり、頭は青々と反った坊主頭になっていた。お前の目はいつから見えないんだい？そう聞くと子供は平然と答えた。何？昔からさ。声は間違いなく子供のものだった。それなのに言葉遣いはまるで大人で、父親の私と対等に話していた。左右には青板が広がっていた。その間を細い道が続いている。暗闇の中を時々サギの影が横切った。背中の子供が言った。田んぼへ来たね。私は少しだけ顔を後ろへ向けた。どうしてわかる？だってサギが鳴いているじゃないか。その言葉を待っていたように、闇の向こうでサギが2度鳴いた。目が見えないはずなのに、子供はあまりにも落ち着いていた。私は自分の子ながら少し怖くなった。このままこの子を背負っていたら一体どうなるのだろう。どこかへ置いていける場所はないか。そう思って前を見ると、暗闇の向こうに大きな森が見えた。あそこなら。そう考えたその時だった。背中で子供が小さく笑った。何を笑っているんだ？子供は答えない。しばらくして静かに聞いた。お父さん、重いかい？重くはない。すると子供は言った。今に重くなるよ。私は返事をせず、森だけを見て歩き続けた。田んぼの中の道はまっすぐではなかった。曲がりくねった細道を進んでいると、やがて道が2つに分かれた。私は分かれ道で立ち止まった。すると背中から声がした。そこに石が立っているはずだよ。見ると、本当に腰ほどの高さの石の道しるべが立っていた。そこには、左は日が久保、右は堀田原と示されていた。暗い夜なのに、その文字だけが妙にはっきり見えた。左へ行こう。子供は、まるで道を知っているように言った。左の先には、さっき見えた大きな森が待っていた。私は少しためらった。けれど子供に促され、左の道へ入った。森へ続く一本道を歩きながら、心の中で思う。目が見えないのに、どうしてこんなに何でもわかるのだろう。すると背中から声がした。目が見えないのは不自由でいけないね。こうして背負ってやっているじゃないか。背負ってもらうのはありがたいけれど、人にバカにされるのは困る。親にまでバカにされるからね。私はぞっとした。今の考えまでこの子には分かっている。急にたまらなくなり、森へ着いたらこの子を捨ててしまおうと私は足を速めた。雨はいつの間にか降り続いていた。森へ近づくほど道は暗くなっていく。背中の子供が独り言のように言った。もう少し行けばわかるよ。あの時もこんな晩だった。何が？思わず鋭い声が出た。何がって知っているじゃないか。その瞬間から私にも何かを知っているような気がしてきた。まだ思い出せない。けれど
もう少し先へ行けばきっと分かってしまう。分かってしまう前にこの子を捨ててしまわなければならない。私はさらに足を速めた。背中の子供は私の過去も今もこの先までも映し出す鏡のように思えた。しかもそれは私の子で目が見えない。私はもう耐えられなくなっていた。気がつくと私は森の中へ入っていた。雨は木々の間から細く落ち、辺りはほとんど真っ暗だった。その時、背中の子供がはっきりと言った。ここだ。ちょうどその杉の根元だ。私は思わず足を止めた。少し先に一本の黒い杉が立っている。子供がもう一度言った。お父さん、あの杉の根元だったね。うん、そうだ。私はなぜかそう答えてしまった。答えた瞬間、胸の奥で忘れていた何かが動き始めた。背中の子供が続けた。文化5年、辰年だったね。そう言われると本当にそうだったような気がした。そして子供は何でもないことのように言った。お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。その言葉を聞いた瞬間だった。頭の奥に閉じ込められていたものが一気に形を取り始めた。100年前、文化5年の辰年。今夜と同じような暗い夜。この杉の根元。私はここを知っていた。突然、記憶が戻った。100年前のあの夜、私はこの杉の根元で一人の目の見えない人間を殺した。それが疑いようのない自分の記憶として頭の中に現れた。そうか、私は人を殺したことがあったのだ。そう気づいたその瞬間、背中の子供がずしりと重くなった。まるで石地蔵を背負っているかのように。